前回はウェイは最速でクラブに乱入し、囚人監視の中で堂々とチェーンは俺のものだと宣言してから、そのまま彼の手を強く握りしめ、お持ち帰りするかのように堂々とクラブを後にしたまで話したが、今日は逆愛の後半を一気見しよう。皆さんこんにちは、 BL ホリックのムーニンです。ネタバレを含むのでご注意を。では早速始めましょう。家に帰るや否や、チェーンにとって夢にも出てきたウェイとのひとときが訪れた。部屋にはろうそくの明かりが揺れ、2人の初夜はとてもロマンチックなものとなる。しかし後日、ジャン医者から自分はチェーンに脅されウェイを罠にはめたのだという事実が明らかになる。それを聞いたウェイは、この機会に自分が最初にチェーンへ近づいた本当の目的を告白し、帳消しにしようと考える。だが怒りをぶつけたウェイに対してチェーンは予想外にも謝罪をしたのだった。結果ウェイは真実を言い出せないままになってしまう。その後2人は同棲しながら安定した関係を築く。やがて迎えた正月、チェーンは自宅ではなくウェイの家で過ごすことに。夜には2人で打ち上げ花火を楽しみ、まさに幸せの絶頂期を迎えていた。だが同じ頃、ゴアとジャン医者がデートをしている最中に偶然ゴアが道端でワンショーを目撃し唖然とする。この出来事はすぐにチェンとウェイの耳にも入り、2人の間にただならぬ緊張が走る。やがてゴア、チェン、ワンショーの3人は再会し、過去を掘り返しては互いの痛い部分を突き合う。笑顔の裏に潜む警戒、嘘、そして憤りが画面越しにも染み出る。酒も回り、最後はそれぞれが別の方向へと歩み出していくと思いきや、ワンショーはチェーンを追いかける。チェーンは今もかつてワンショーが自分を裏切った理由を根に持っていたが、ワンショーは真実を語ろうとしない。そこへワンショーの兄が現れ、彼を担いで連れて帰っていった。その頃、ウェイの母親は末期がんを患い、息子を悲しませたくないとチェーンに問診や看病を頼んでいた。しかし偶然、ワンショーも同じ病院に入院しており、ウェイはライバルを探るために潜入。最初に目にしたのは駐車場に止められたチェーンの車だった。その夜、チェーンはウェイの母親の世話をし、末期がんのこともあって酔いつぶれ、帰宅が遅れてしまう。だがウェイは彼がワンショーと病院で仰せをしていたのではと誤解する。それでも愛情が勝り、ソファーで眠るチェーンに毛布をかけてやった。以前チェーンとワンショーが住んでいたアパートはすでに引き払われていたが、最後に残った箱を取りに行くという。ウェイはジャン医者のもとを訪れ、悩みを吐き出す。するとジャン医者は、もしチェーンが浮気をしているなら今頃アパートでワンショーと会っているに違いないと不意打ちを提案する。確かめたい気持ちと真実を知るのが怖い気持ちに揺れながら、ウェイは車を走らせる。そして現場に着いた途端、チェーンとワンショーがキスをしている場面を目撃。うろたえたウェイはその場を逃げるように去り、帰りの車の中でハンドルも握れないほど涙をした。ウェイはチェーンを愛しすぎていた。決定的な瞬間を見ても別れたくなく、見なかったことにしたい気持ちでその場を去ったのだ。しかし同じく愛しすぎたゆえに、愛する人に裏切られた痛みは耐えきれず泣き崩れるしかなかった。実はワンショーは半年前にすでに帰国しており、しばしばチェーンのアパート付近をうろついていた。その日も偶然荷物を取りに来たチェーンと出くわし、不意をついて無理やりキスしたのはワンショーの方だった。その直後に病院から連絡が入り、チェーンはワンショーをその場に残し、ウェイの母親の元へ駆けつけ、一晩帰宅できなかった。さらに母が末期がんのことを口止めされていたため、ウェイには顧客とのビジネス会談としか説明できなかったのだ。そんな説明を聞いたウェイの心は徹底的に粉々になり、2人の間にはまるで金属をガラスに引っ掛けたような甲高く修復不能な傷跡が刻まれてしまった。今度はワンショーがライバルのウェイに挑む。家具を特注したいという口実でウェイを家に呼び寄せ、かつてチェンと一緒にいた時の映像をわざと見せつける。するとウェイはすかさずコピーを取り、持ち帰ってジャン医者と作戦を練る。一方その頃、ワンショーの兄ワン・ジェーンはウェイに好意を寄せていた。ウェイもそれを利用し、チェンに嫉妬させようと企む。しかしチェンは2人が親しくなっていくのを知ると、内心では激しい不快感に駆られる。それでもウェイを溺愛するあまり好き勝手を許してしまい、その結果2人の誤解はますます深まっていくのだった。ある日、ワン・チェンとウェイが楽しそうにボクシングをしているのを見て、ワンショーは不機嫌を隠せない。チェンに連絡を入れ、ウェイを無理やり家から追い出させる。さらにワンショーがチェンのマナヘビを抱えて車に乗り込む姿をウェイが目撃し、一家3人が仲睦まじいと誤解してしまい、心に大きな傷を負う。その上、天気まで味方せず、大雨の中で差し伸べられた傘は待ち人のチェンではなくワン・チェンのものだった。ウェイはワン・チェンの家に泊まることになり、一晩を過ごす。翌朝
朝ワンショーが帰ってこなかったため、きっとチェンと一緒に過ごしていると確信するが、実際のチェンはウェイの母が急遽入院したため病院で一晩を明かしていた。翌朝家に帰ったチェンはウェイの不在に気づき、戻ってきたウェイを問い詰める。そしてウェイがワンチェンの家に泊まった事実を知るや、怒りは頂点に達し、ウェイを家から追い出してしまう。行き場をなくしたウェイはジャン医者のもとに泣きつき、チェンに浮気されたと訴えるが、ジャン医者は首をかしげる。実はその夜、チェンに置き去りにされたワンショーがジャン医者の家に泊まっていたのだった。その後、ウェイは実家に戻り、母と一晩を過ごす。しかし、衰弱した母を目の当たりにし、強い罪悪感に苛まれる。さらに母から結婚して子供を持ってほしいと願われ、その場しのぎで承諾してしまう。一方、その頃、ウェイが不在の間、ワンショーは再びチェンの家に押しかける。もう自分を愛していないと言えるのかと迫るが、チェンはワンショーを追い出した。しかし、ワンショーはそれをまだ自分に愛情が残っている証拠だと都合よく解釈するのだった。10日以上も連絡を絶っていたチェンだったが、ついに我慢できず自らウェイに会いに来た。まるで待ち望んでいたかのように2人は自然と仲直りする。ところがその矢先、ワンショーがウェイの会社に現れ、あの夜チェンは自分を愛していないと言い切れなかったと誤った情報を吹き込んで悠々と帰ってしまった。数日後、事件はさらにこじれる。ワンチェンが手にしたコップの水をワンショーの顔に浴びせた瞬間、チェンは劇場に駆られ、ワンチェンに飛びかかって殴りつけたのだ。そばで見ていたウェイは、チェンがワンショーに深い愛情を抱いているのだと誤解し、愕然とする。だが実際のところ、チェンが突如切れた理由は別にあった。ワンチェンの携帯に表示されたメッセージで、ワンチェンとウェイのやり取りを目にしてしまったからだった。この出来事をきっかけに、ウェイはもう真実から逃げないと決め、以前コピーを撮っていたビデオを再生する。そこで3人の真相が明らかになる。チェンとゴーが酔いつぶれている間にゲームでキスをし、さらにワンショーがチェンを部屋に運んでも、チェンはゴーの名前を呼び続けていた。それを根に持ったワンショーは2人の関係を壊そうと酔ったゴーの部屋に忍び込み、自ら服を脱いでベッドに入る。後にチェンが部屋に入ってきた時には、まるで2人が裏切ったかのように見えてしまったのだった。その頃、チェンはウェイの母のもとを訪れていた。母からウェイがかつて2年間交際していた女性の名前を聞かされたチェンは、それが自分の元恋人と同一人物だと気づき、衝撃を受ける。急いで車を走らせ、ウェイが居候していたジャン医者の部屋へ向かうと、引き出しからウェイとジャン医者が共謀していた証拠が次々と見つけてしまった。心をズタズタにされたチェンは力なく椅子に崩れ落ちる。そこへウェイが帰宅し、床に散らばる証拠を見て一瞬で状況を悟る。だが次にチェンが口にした言葉は私の想像を超えるものだった。少しでも本気だった。それなら許す。苦しげにそう告げるチェンの言葉に、私は雷に打たれたような衝撃を受ける。これまで100通りの反応を想像してきたが、まさかここまでウェイを愛していたとは。本来ならここでウェイもきっと本心を告白していたはずだった。だがタイミング悪くワンショーが現れ、誤解がさらに積み重なったせいで、ウェイは意地を張り、本気になったことはないと口走ってしまう。その後も嘘を重ね、思ってもいない言葉でチェーンを傷つけていった。今は死ぬより辛い。チェーンのその言葉に、ウェイは自分のことを愛したのかと問い返す。そんなウェイを見て、チェーンはもう二度と会うことはないと告げ、背を向ける。だがウェイは最後の抵抗のようにワンショーから盗んだビデオを送りつけ、当時ワンショーとゴーの間には何もなかったと伝える。まるで別れの贈り物のように。しかしチェーンの顔にはすでに血色はなく、最後に絞り出すような声で別れようとだけ言い残し、ウェイの前から去っていった。彼が部屋からいなくなったのを確認し、ウェイは悲しみに打ちひしがれ、涙ながら自分は本気で愛したかなんてわかるはずだろと独り言を吐く。